こんにちは、たかしです。本日は5月20日土曜日、週末ですので、来週22日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があれば、ポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。それではポンド円の冷やしから見ていきましょう。昨日金曜日は陰線となっております。上髭、下髭の出た陰線ですね。現在はこの最高値付近にあります過去の高値というところで今、ダブルトップになって下落するのかどうかというところですね。ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここから下落してもおかしくない。そんな印象にはあります。ただし基本的には GMMA の向きを見ていただければわかりますが、上昇トレンド中、下がったところは買われやすいという事案になっておりますので、今はダブルトップでの下落のようにも見えますが、やはり下がったところは変わりやすいので、ここでのアセンディングトライアングルみたいなのを描く、そういうイメージも持っておくといいと思います。現在は今この高値と、そして直近の安値を結んだこの辺でボックスができるんですよね。なのでこの辺りでのレンジ、直近の最高値から168円ぐらいまでの間での大きめのレンジの中で動く可能性、その中で日足のストキャスティクスの過熱感を解消してきたら次の上昇につながっていくのかなという、そういうイメージを持てます。チャンネル登録してね。では4時間足です。先ほど日足で言いましたレンジがこの緑のボックスですね。この中での現在は動きになっております。4時間足も GMMA は上向きですので、基本的には下がったところは買われる押し目買いというところ、日足も4時間足も GMMA は上向きですので、安易な逆張りはしない方がいいと思います。ただその中で昨日は一度このボックス上限を目指して上昇、そこからのターゲット達成からの下落になってますので、今日足のストキャスティクスも高値圏ですし、4時間足のストキャスティクスはあまり綺麗な動きをしてませんけれども、もう少し下落余地がありますので、ストキャスティクスが安値圏に入るぐらいまでは下落する可能性を考えておきたい。そうなると GMMA に接触するぐらいまで下落してくるかもしれませんね。一旦の節目としてはこの紫のライン 171.190、ここが1時間足の目線切り替えポイントと見ておりますので、このあたりまでの下落を見ておきたいですね。ただ今はオレンジのトレンドライン付近にもありますので、週明けここから反発上昇してくるのであればもう一段の上昇を見ておきたいですが、日足のストキャスティクスは高値圏にありますので、ここから上昇していたとしてもどこかで日足単位での大きめの調整下落に入っていきますので、もう一伸びするのか、ここからすでにもう下落に入っているのかっていうところを今見ていくタイミングなので、このオレンジのトレンドラインを下抜けるのであれば一旦の下落を見ておきたいですし、下抜けられないのであればここからもう一段の上昇を見ておきたい。今は高値圏にありますので難しい動きをすると思いますので、しっかり引きつけてのトレード、あとは欲張らないですね。ここからまた上昇するだろうとか、もう少し下落するだろうみたいなところを欲張って取っていくと、そこからの反転っていうのが起こりやすくなってきてます。これは金曜日にも Twitter で投稿しているんですが、そういった欲を書くと結果的には損失を生んでしまいますので、その辺注意ですね。いいところだけ、わかりやすいところだけを取っていくというスタンスが安全です。では1時間足です。1時間足でも現在は上昇トレンドを描いているのがわかりますよね。このまず上昇トレンドを崩してくれば、そこからは一旦の下落を見ておきたいです。先ほど言った1時間足の目線切り替えポイントがこの紫のライン 171.2 付近になりますので、ここを下抜けるまでは基本的には押し目買い。ただしこのオレンジのトレンドラインを下抜けると、そこからこの紫のラインの間っていうのは方向感のない動きをしやすいですので、その辺は注意ですね。基本的には紫のラインを下抜けるまでは1時間足の目線は上なんですが、オレンジのトレンドラインを下抜けると次 GMMA の下に入ってきますので、今度は上値が重くなってくると思いますので、そうなるともう一段の下落で 170.7 ぐらいまでの下落は考えておくのがいいかもしれません。1時間足の GMMA は現在下落中というところで、前回のゴールデンクロスここですね。これが昨日の安値、金曜日の安値になりますので、まずはストキャスティクスが下げ切ったところ、そこからの上昇の流れに乗っていくのが良さそうです。また逆にストキャスティクスが上げ切ったところっていうのは昨日の高値からの下落と同じような形になりますので、ストキャスティクスが次上昇してきてデッドクロスするところっていうのは再び売られやすい、そういうところになってくると思いますので、その辺を参考にトレ
レードしていくのもいいかもしれません。基本的には日足も4時間も GMMA は上向きで上昇トレンド中。ただし今1時間足は GMMA 上向きですが、そろそろ下に潜りそうな雰囲気にもなってきてますので、一旦下落するかもしれませんが、下落したところは4時間日足単位での押し目買いが入りやすいところにはなってきますので、その辺は注意ですね。売りで考えるよりも基本的には下がってきて下げ止まったところからの次の買いを考えていくっていうのがいいと思いますので、このフィボナッチリトレースメントのライン、今は 23.6% が意識されてそこでの何度も反発をしてますが、もう一度ここまで下げてきた時は下抜ける可能性も高くなってきますので、そうなるともう一つ次のラインまで、もしくはそこを抜けてくるとさらに次のラインぐらいまでというところで、170円ぐらいまでは最終下げる、そういう可能性は見ておいてもいいかもしれないです。まずは週明けこのオレンジのトレンドラインでサポートされて上昇できるのかどうかっていうところを見ておきたいですね。そしてこの1時間足の目線切り替えポイントを明確に下抜けるかどうか、下抜けられないのであればもう一段の上昇、下抜けてくるのであれば4時間足単位で押しを作りに行っていると考えるのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。本日はこの後更新予定です。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。